大人っぽいところは一つもないそうです。皆さんこんにちは。おしゃれ着物が北井久美子です。今回はパーソナルカラーと顔タイプ診断っていうのを受けてきたので、それについてちょっとお話しして買ったものをご紹介しようかなと思います。お洋服のパーソナルカラーは受けたことがあって、その時はサマーって言われたんですね。スプリング、サマー、オータム、ウィンターのサマータイプでブルベって言われたんですけど、なんかねちょっと自分の中ではそうかなっていう気持ちがちょっとあって、というのもファンデーションを化粧品のファンデーションを選ぶときに、私使ってるのはカバーマークっていうメーカーなんですけど、カバーマークのお店で色を選んでもらうときに、この手の上にイエローベースのタイプとブルーベースのタイプをこう腕の上に乗せて、この腕の上で馴染んでるか馴染んでないかっていうのを見るんですよ。その時に私イエローベースだったんですよね。なのでファンデーションはイエローベースなんですよ。だけどイエローベースのピンク系の肌って言われて、オークル系ではないんですね。それで、イエローベースってそこでしっかりファンデの色から分かってたので、ブルーベースのサマーっていうのもちょっと微妙な気がしてたんですよね。でも今回またもう一回受けてみようと思って、パーソナルカラーとあと顔タイプ診断っていうのがすごく気になってて、この顔の持ってる雰囲気でこう似合う柄だったり似合う色だったり似合う素材とかもね、似合う似合わないがあるらしいんですよ。っていうのも知りたくてちょっとお伺いしてきたんですね。はい。で、結局その時のカラータイプの診断でもやっぱりサマーということで、でもサマーの中でもどちらかというとスプリングより、ファーストサマーウイカみたいな、ファーストがサマーでセカンドがスプリングみたいな感じだったんですね。具体的にどういう色が合うかっていうと、ちょっと画像の方にも載せますけど、発色のいいちょっと濃くはない赤とか、なんかこう朱赤みたいな色とか、ショッキングピンクも入ってましたね。あと卵色みたいな色とか、レモンカラーみたいな感じのもの、あとは梅ねずっていうちょっと赤っぽい茶色っぽいグレーとか、あと水色とかね、黒とかよりは水色ブルー系が似合うっていうことなんですけど、ただ紺はねあまり似合わないみたいなんですよねはい。で、あとはパープルはね合ってるって言われました。そう行った日だるま屋さんで仕立ててもらったピンク系のねちょっと落ち着いた感じのコモンっていう格好でね行ったんですけど、自分に似合ってるものを着てますねっていう風にちょっと褒めていただいたんですけどでその時ねちょうどねメガネもしてたんですよ。私本当はすごい目めちゃくちゃ悪いんで、いつもだいたいメガネなんですけど、こんな感じの、ちょっと分かりにくいかな、なんかローズベージュみたいな感じの縁取りになってます。遠近両用です。遠近両用めちゃくちゃ便利ですね。あとね、似合う柄は丸っこい柄、顔タイプで言うと子供側なんですよ。キュートタイプらしいんですけど、パーツがみんな丸くて大人っぽいところが一つもないって言われました。大人っぽいところがないそうです。なんかこうまっすぐなラインが全然ないみたいで、ほっぺたも昔から丸いし、目も丸いし、鼻も丸いし、口はなんなら尖ってるし、大人っぽいところは一つもないそうです。はいということで、本当はね前髪もねあった方がいいらしいんですけど、でもちょっと大人に見せたいので前髪は作らない方向でいきます。
で、似合う柄ですね。似合う柄は丸っこいものとか、あと小花柄ですね。で、抽象的なお花がいいそうです。こう写実的な絵画のような絵はちょっと合わないみたいで、なんかこうポン、なんかこう何のお花かわからないような花みたいなのがあるのはいいみたいですね。で、素材はちりめんが似合うって言われました。そうか、金糸が好きなんだけど、ちりめんもねいいんですけどね、ちりめんが似合うということで、またあとこういうね絞りとか型染めが似合うんだって言われました。ちなみにね、似合わない柄もね教えてもらったんで、っていうか似合う柄と似合わない柄どんどん分けていくので、似合わない柄も写真に撮ったんですけど、割とね私の好きな色は入ってるけど、微妙らしいですね。そっかって感じですね。でも顔タイプ診断が一番ねやりたかったんで、よくは分かりましたっていうか、もう諦めがつきましたっていうか、もうねほんと子供タイプなんですよね、私ね、顔がね。なのでエレガントとかゴージャスとかそういうのは、シックとかね、そういうのは似合わないみたいですね。なんかポップとかキュートとか、そういうなんか小学生の子が着るようなものが似合うって言われましたでもねいろいろ調べてもらって、これから自分の着物もねこう気になったのはどんどん集めてきたんですけど、これからその中でねこう淘汰していかなきゃいけない時期かなと思ってるので、そういうのも聞いたので、これからはなるべく自分に似合う感じのものをこう、チョイスしていけたらいいかなと思います。で、今日はね特にねこれねいただいたねこの朝の地盤ね、これいただいたんですよ。この朝の地盤、これについてた、もともとついてたコットンのレースの入りなんですけど、こういうのがね似合うらしいんです。私コットンの白のレースとかがいいよって言われて、違う色にする時はこういう素材のコットンのこれ穴が開いてるって、下の白が透ける感じのようなものがいいって言われました。なんだそうです。なのでね、今日はこれにそのコットンのね半入りがついた地盤に絞りの、可愛いですよね、絞りの着物をはいということで、買ったものですね。それを踏まえてではないんですけど、なんかもうこれから春だし、私の気分もなんかちょっとこう明るい感じでいきたいなって思ってたので、こういうねオレンジ色の帯を買ってみました。サラサ柄のこれねショート動画でちょこっとだけご紹介したんですけど、オレンジなんですけど白がね入ってて、でちょっとすっきりしてるじゃないですか。でサラサ柄で、このサラサ柄のねこういうところにねちょっと紫が入ってたりして、このねここのラインも紫なんですよ。ちょっとそういうね細かいところがね好みだなと思って買ってみました。これは立花という京都の、それも何屋さんかな、立花の帯っていう風に聞いて買いました。ヤフオクです。可愛いでしょ。最近ねこういうねオレンジ気になるんですよ。こういうオレンジがね気になるんですよ。これもほらちょっとオレンジっぽいピンク、木越まりさんのブランドでカハナっていうブランドがあるんですけど、その中にねこれこんな感じのもうちょっとこういい感じの色のユリ柄のお着物があって、それを見てからちょっとね色がいいなって最近ちょっと思ってたんですよね。はい、こういうものに、あとはこれはトンプーアンっていうメーカーのトンプーアンさん、かわいいでしょ。こう
こんな感じで大きいんですけどね。黄色がねあって、黄色が一番欲しかったんですけど、それはもう売り切れで、白とピンクがあって、ピンクもね悩んだんですけど、結構好みのピンクで悩んだんですけど、ピンクのもの多いじゃないですか、私持ってるものが。なのでピンクするのもどうかなと思って、ちょっと抜け感が出るかなと思ってこれにしてみました。これちょっとこうキラキラしてるんですよ。可愛いでしょ。ガラスだからね、割らないように気をつけないとです。はい、そして1個届いたものがあります。おー、よくないですか？しかもめちゃくちゃ柔らかいんですけど。うわー、これはめちゃくちゃ柔らかい。これね、袋帯なんですよ。でも綺麗でしょ。いや、これすごいめちゃくちゃ気持ちがいいわ触り心地がこんな感じです。いいでしょ。この紫地に黄色の花がドンピシャです。かわいいと思いまして、前柄はめちゃくちゃ柔らかいんですけど、これ新しいのかな。新しそうですね。こんな感じ。ほら、この着物にも合いそう。かわいいです。いい色だと思ったんですよ。まあ袋帯なんですけど、春らしくていいと思います。こんな感じ。いいですよね。ちょっとテイスト違う感じですけど、でも両方とも私の好みです。こういうね、紫もね、似合う、まあ似合うかな。顔のところに持ってきたらちょっと地味な感じがするけど、帯だからね。全体的にピンクの時の着物とかに合わせたらいいかなと思うし、玄斎先生の黄色のね、チャオの着物にも、ね、バッチリですよね。玄斎先生のお着物。ちょっといいお着物なんで、袋帯締めるにはいいし。特にね、これはね、作家物ではなかったみたいなんですけど、もう見た時にもうこれしかない一目惚れが大事ですねどうしようかなって悩んでるのは多分ね、届いてもって感じになっちゃいがちですインスタの投稿もカラフルピンクっていう風にね、タグ付けしてもらうようにしたんですけど、やっぱね、カラフルなんだなって私に合うのはってちょっと思いました。はいね、なのでちょっとかっこよくなりたいなとか、大人っぽくなりたいなとかって思って選んだのは、ちょっとこれからは手放していくしかないのかなっていう感じです。ただこの間すごいかっこいい大島紬買ったじゃないですか。あるかな、これとかね、絶対多分ね、すっごい似合わないんですよ、私。これね、似合わないんだなって思いました。だけどちょっと相談したんですよ。こういうカラキっぽい感じの大島紬を買ったんですけどっていう話をしたら、大島紬のこのつるっとした素材も私にはあんまり、似合わないとは言われたんですけど、でも好きなんで大島紬は着るんですけど、こういうね、こういうちょっと自分のテイストに合わないなっていう時は、こういうコットンの白い半襟をねするといいですよってアドバイスを受けました。を手放せとは絶対言われないです、そういうことは。そういうのがあっても、どういう風に自分にこう似合うように寄せていくか、いわゆる似合わせをどういう風にしていくかっていうアドバイスもいただけたので、やってよかったなと思います。どうですかね、これ白。なんかこれにこのコットンが合うのかなって感じもするんですよね。
手放すかなこれ。私の中では結構ね全然着てないけど手放した方がいいのかなって感じにはなってきてます。かっこよくなりたいなと思って買った着物が何枚かあるんですけど、ダメなんだろうな。ちょっとちぐはぐ、私にはちぐはぐなのかなって思うんですよね。だってこれを着てるよりこっちの方が私らしい感じしますもんね。まあでもこうやってアドバイス受けたんで、これから1枚着物を買ったら1枚手放していくっていうこのねその選別の参考にねなったかなと思います。はい、というわけで私は見ての通り子供顔だったということと、こういうかっこいいものはちょっと似合いづらくて、こういう可愛い感じのものが似合いますということですこういうのね客観的に見ていただくと失敗のないお買い物のね参考になるかと思いますので、機会があったら是非受けてみてください。はい。それで、この帯の立花というメーカーについて調べたので、ちょっとだけ説明させていただきます。この立花というメーカーを立ち上げた創業者の方は、まずはじめに、地宗さんに入社をされて、そこで着物作りについて勉強されたらしいんですね。で、戦後に立花という着物メーカーを立ち上げて、で、そこからすり型友禅という型紙を使って友禅染めを施す染色技法で着物や帯を作り始めたということらしいですね。地宗さんはね、気になる着物のメーカーさんなので、ちょっとそことね、つながりがあったということで、なんとなく嬉しい感じがしましたね。はい。ということで、最後に、今回の購入品のお値段を発表したいと思います。大体ですけど、このオレンジの立花の帯は、ちょっとね、競り上がったんですね。で、3500円ぐらいかな。で、紫色の袋帯は、他にね、競る方がいらっしゃらなかったので、開始価格の2000円程度で購入ができました。あと、トンプーアンさんの帯留めは、5000円かな。そんな感じでした。はい。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で着物に関する動画を更新しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。